はい、エンドラボのお時間です。今日もワクワクとクリエイティブをキーワードにソニックや製品の Tips や近況などをお伝えします。今回はライブ 8-bit ワープスを使う際に知っておくと便利なユーザーインターフェースに関する豆知識を5つご紹介します。制作活動が快適になると思いますので、ぜひ最後までご覧ください。はい、一つ目の豆知識はシフトキーとファンクションキーの設計思想についてです。ライブ 8-bit ワープスにはシフトキーとファンクションキーが2つ、それぞれあるんですけれども、これの使い分けなんですが、ズバリシフトキーはノブのサブパラメータを操作するときに押します。そしてファンクションキーはキーですね、ボタンの、サブ機能を呼び出すときに使います。で、それがちょっと混乱しちゃうかもしれないんですけれども、分かるようにここのシフトの横とかにはノブのシルクが入っていたり、ファンクキーのシルクの横にはこうボタンっぽい絵が入っていますので、ちょっと分かりづらくなってしまったら、このシルクを見て、シフトはノブだなとか、ファンクはキー向けなんだなっていうことを思い出していただければと思います。で、ちなみにサブパラメータは全部小文字で書いてあります。メインパラメータは大文字なんですけれども、ファンクションキーを押した時にこのステップキーの LED の状態が今のそのサブ機能の例えばシンセエンジンが何が選ばれているかとか、これだとワープですね、フィルターはローパスフィルターでアクティブであるとか、エフェクトはオンなんだなとかっていうことがこれを押してる間分かるようになってます。話してると普段のステップキーの状況、ノートが入っているのかどうかとかを表示しています。はい、シフトとファンクの設計思想でした。はい、2つ目は、シフトホールドです。シフトキーのホールドです。これ一番よく使う機能なんですが、シフトキーを押しながらノブ回すのって結構大変だったり、両手が使えなかったりするんで、2つ以上のパラメータを操作したいときはファンクションキーを押しながらシフトキーを押してください。そうするとシフトキーがオレンジ色になって、両手を使ってノブを操作することができます。これ特にエフェクトとかで、エフェクトの2つのパラメータ操作したりするときに便利ですので覚えておいてください。で、シフトホールドは、もう一回シフトキーを押すことで解除することができます。シフトホールドオンはファンクションプラスシフトキー、そして解除はもう一度シフトキーを押すです。ぜひこれは多用すると思いますので、解除方法も含めてぜひ覚えていてください。はい、3つ目はエンコーダーでのパラメータのエディットです。いくつかのパラメータはエンコーダーを使ってエディットすることができます。実際にやってみましょう。例えばこの波形選択のノブとかですね、これちょっとボリュームキーでやると、選択しづらかったりするんですけれども、波形名を表示した状態でエンコーダーを回すと、一つずつ波形を切り替えることができます。これ便利ですので、ぜひ波形の選択の時はこれをご使用ください。で、また、テンポですね。テンポはライブとかでテンポチェンジしたい場合はこのノブがいいんですけれども、より細かく、エディットしたい場合はエンコーダーを使ってください。これで1ずつプラスマイナスできます。で、さらに、シフトキーを押しながら回していただくと、エンコーダーを回すと 0.1 刻みで、テンポを細かく設定することができます。はい、それでは4つ目の豆知識ですが、ノブのラッチモードとジャンプモードです。これ具体的にどういうことかと言いますと、もともと初期状態では、ジャンプモードになっているんですが、じゃあそれが何かと言いますと、例えばですね、例えばサブパラメータのあるもの、そうですね、例えばこのエンベロープのアタックをこう動かしたりしてるときに、ディケイも操作したいなと思っ
ったらシフトをしてディケイを操作しますよね。でそうするとさっきのアタック、例えばアタックマックスにしていてディケイをミニマムにしていた時に、もう一回アタックをいじるとさっきマックスにしてたんですけど127から一気にこのノブの位置の辺0ミニマムの辺にジャンプするんですね。ジャンプしちゃうんですね。これがジャンプモードです。デフォルトの状態ですね。でここに UI メニューがあるんですけれども、ファンクションキーを押して UI メニューを押すと今度これラッチなんですけど、ラッチモードになると例えばアタックを127にします。でサブパラメータの、ディケイを0にします。そうすると、次回した時に、アタックのパラメータ127っていうのが、表示されます。ですがノブを動かしても、そのアタックは実際には変化しません。これどうなってるのかっていうと、実際にノブの位置が、設定値の位置までグイッと到達したら初めて動かすことができるようになるんですね。なので値がジャンプすることを防ぐのがラッチモードです。なのでこれはお好みで選んでいただければいいと思います。ノブ回した瞬間にもうバチンとその位置になりたいよっていうのであればジャンプモードに設定していただければいいですし、いきなりバツンと変わるのが嫌だよっていう場合はラッチモードに変えていただければいいと思います。はい、それでは5つ目、最後ですが、鍵盤のホールド方法についてご紹介します。8ビットワープスの鍵盤は、ホールドすることができるんですが、これはやり方はですね、OK キーを押しながら鍵盤を押します。で、もう一回押すと、ホールドされてたものが解除されます。こんな感じで。これ解除。で、どれを押したか忘れちゃったよっていう場合は、いっぺんに一括解除することもできまして、クリアキーを押しながら OK を押します。これでホールドが一括で、解除されます。で、ちなみにこれアルペジエーターにも使えまして、アルペジエーターをオンにしてみたいな感じで、これでホールドすることができます。これでパラメータをいじるとかすれば鍵盤は押さずにシーケンサーも動かさない状態でも楽しむことができます。はい、今回はライブ8ビットワープスを使う際に知っておくと便利なユーザーインターフェースに関する豆知識を5つご紹介しました。このエンドラボではこういった Tips や近況などを投稿していきますので、ぜひいいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。またリクエストや質問などあればコメント欄にぜひ、ご記入ください。それではまた次の動画でお会いしましょう。